日に日に数が増える沼の波をなんとか乗り越え防衛を見直し強化する私レ夢ム。なんとなく衝動に駆られタワマンの建設も開始、今回もどんどこ開発をしてくぞー。まずは射程が微妙問題を解決するため、弓兵を解雇して射程の長い下流道を採用。精鋭の兵舎で中途採用試験を受けてください。なおタワマン建設の影響で住民が100人以上余っており、非常に高い競争倍率が予想されます。荒井関所の横が弱い問題は、とりあえず塞いだ。対応が、雑。気が向いたらその時直すよ。てか住民多すぎだー。強制退去。いやタワマン建てたのお前だろ。理不尽すぎるぞ。というのは冗談で住民増えて酸素の消費量が増えたので、ろ過器を範囲のギリに建て直してる感じでございます。割とぎっちり建ててるけど、序盤に建設したところは適当なんだよな。住民遊ばせとくのもあれなので、一応伐採などのお仕事も用意してあげたよ。在庫タワーが増えるね。やったね。はっはっは、余った資材はタワマン建設に使えばいいじゃない。このブルルルルって建物が生えてくるのが、たまらーん。つか住民増えたら酸素足らなくなるぞ。あと足場失敗してるじゃねえか。いやー適当な平らな土地がなくて、設計図の登録が適当なんよ。おい。登録できる範囲も内部構造だけでいっぱいいっぱいで、螺旋階段は別になってたりで手動で微調整がいるよ。適当が過ぎる。ブロックもだいぶ余裕があったので、空いていた穴にねじ込みました。無駄遣い。平らになれば移動が少し楽になるよ。段差の影響で一部強化され色がまだらに。見た目重視の床材の追加お待ちしております。さて今夜の波の予報は箱根関所と月指取りで、両方とも安定してる迎撃拠点だし楽勝かな。箱根関所は前線勤務が危険そうだったので、一応最高高度の壁に回収してあげました。うっかり見落とし災害事故予防。階段も用意して一応下にも行けるように通路も確保。変な四角に沼が入ってきてもこれで対応可能だぜ。さあ肝虫どもが来たぞ。うて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 今日の月指取りでも満員御礼だぜ。やでお出迎えだー。100はーケチらせー。ってあれ見たことなかったっぽいのがいる。白濁のブリスター、レールで覆われており接近すると爆発し、凄まじいダメージを与えてくる。白濁の薬剤の母体、レールで覆われており高い HP を誇り、危険に直面するとさなぎを生み出す。ついにデカキモ虫まで白くなったか。もともとしぶといやつがベール追加されて、さらに厄介なやつになったぜ。箱根の方にも白いの来てたけど、安定の早送り案件。チートばかし強くなろうとも一点集中の波でも耐えれる設計で作ってるから割と余裕。月指取りでは火力不足なのか処理が遅れてるが、沼ハマるゾーンもあるので超鉄壁。それでも手前の50防壁の3枚目まで突破されてるし、意外と沼の強化速度も侮れないぜ。今のところ楽勝だけど、何らかの防衛強化をしないとまずいことになるかもしれないね。防壁を固くするか火力の強化が必要だな。さて残りはわずかだ。一気に片付けろー。殲滅完了。第46の波も乗り切ったぜ。まだまだ楽勝であります。さて10本目の動画のコメントで教えてもらった、マーロンをアンロックするぞー。だいぶ前の話じゃねえか。またお前ゲーム遊ぶだけ遊んで動画編集サボってたな。さあ1000円。あとキャンペーンモードではあったのにエンドレスモードだとないと勘違いしてた。空気変換器もアンロック。俗に言うただの見落としである。こちらの空気変換器は空気を気合石に変換できる優れもの。これで石が枯渇して修理できないエンドが回避できる。資材だあまりになってから気づくこの悲しみよ。それは言わないで。完成した後は中性のカードの研究を行い、購入時の酸素コストの増加を緩和。どうやらトレードするたびに交換コストが上がるようだな。とりあえずお試しで一回石材と交換やってみましょ。酸素162で石材50、しょ、ぽこりゃポイントの無駄遣いだったかも。だな。でこちらもコメント欄で。なぜ砲兵を使わない？砲兵はいいぞ。と何度か目にしたので砲兵をお試し導入。バリスタの介護官のイメージしかなかったけど、こいつ強かったのか。強いといえば強壁ことマーロン。これ上に乗っけると壁の強度が一段階硬くなります。めちゃ強じゃねえか。なんで今まで使ってなかったんだよ。これ後ろに立つと射程ボーナスがつくだけの存在だと勘違いしておりました。おい。キャンペーンモードクリア、エンドレス49の波、やっと気づいたよ。うちのレイムさんは注意力が足りない。失敬な。壁の強度上がるならこれ全部の壁に乗せた方が良くない？と思い設置しようとするも背中合わせにしか設置できない？強壁の前側には重ねて設置できないみたいだな。きっちりマーロンで埋めるのは無理か。他にも角のピースとかあるからこれらをうまく使う感じかな？
前向きのやつは1列ごとに強化されない列ができるし、角とかあっても使い方に悩むぜ。でこんな感じになりそうろ多少強化されてない隙間はあるものの、未強化だった頃よりかはだいぶ硬くなったぜ。カッチカチやで。同じ要領で薄い関所もマーロンビャーっとつけて防御力アップ。一気に硬くなって波も楽勝になりそうだぜ。こんな感じになりそうろ色が紫に統一されて見た目もなんか引き締まったな。若干強壁ってこうやってつけるもんじゃないと思っちゃうけど防御力優先であります。まあそれはしゃあなし。そして続けて箱根関所の回収を行ってたら、新たなブレイクスルー。なんと一段でも段差があれば、前に強壁があっても並べて設置可能と判明。あ、これほぼ全部ぎっちり強壁置けちゃうやつだ。2箇所工事が終わってから気づくこの悲しみよ。どんまい。箱根関所を、超絶カッチカチになれー。ただでさえ難攻不落の箱根関所、階段式強壁でさらなる強化に大成功。これは強い。こんな感じになりそうろこれはもう負ける気がしねえ。見た目が超絶いかつい以外の問題点は何もなーし。早く実戦で実力を見たいぜ。さて強壁が重ねられることが分かったので、薄い関所を再工事するぞー。一度も使われることなく改修工事入りまーす。L 字になってるところはうまく置けぬ。まあ少し強化できない場所があるのもご愛嬌だな。L 字の部分以外も、ブロックから生えてるタイプの旗も高さによっては干渉するね。大規模改修することがあったらその時ついでに直すか。車線も一番手前のところがダメっぽいから、この辺も解決しないと良くないね。強壁ありで最適設計を今後は考えないとだな。あといつの間にか終わってた空気交換機のトレードは、コスト低下の研究終わってたけどやっぱり増加してました。コストは上がってくが無限に増やせる空気を石に変えて、タワーにして在庫増やしてくか。毎日トレード設定しなきゃでめんどいからやらない。おい。さあ夕方になり波のお時間だ。今夜はゴリゴリに強化された箱根関所と、中途半端強化の月指砦だ。波が来るなら月指砦も再工事。石ブロックのピースもタワマン建設時に追加で開放したし、どうせなら一番強度の高いので作り直しましょ。3マスのやつが一番硬いです。今までと同じじゃねえか。シェー。100パー、鉄壁鉄壁鉄壁いい。もうこれで跳ね返せない波が来たら、逆に諦めがつくレベルである。一応気にしてる車線を確認中。強壁の真後ろだと手前2マスが攻撃負荷で、少し高いところだと1マスになるようだな。高さは1メートル上がるごとに射程も伸びてるっぽい感じだよ。ってことはやっぱり高い壁の方がコストはかさむが有利っぽいな。ということは、タワマン最強では射程はめっちゃ広い。まあ立て直したり移築もめんどいから使わないけど。まあそうだわな。で以上を踏まえた上で使い勝手が良さげな高さを決めて、足場を建設しましょ。横からの攻撃ができないと、手前一列がどうしても無防備になっちまうな。それは今後の宿題ってことで、必殺問題の棚上げ、うちのレイムさんは明日やれることは明日やる派だ。結果こんな感じになりそうろいかつい。見た目にそぐわぬ防衛力をご承覧あれ。足場もしっかり作り直してスタンバイ OK。これだけ万全に準備してたら負ける気がしねえぜ。月指砦隣の隙間を埋めてる壁も、階段強壁式にパワーアップ。砦が硬すぎでこっちに迂回されると嫌だもんな。まあ念のためってやつ。さあかかってこい肝虫どもを、この壁、越えられるものなら越えてみよう。さらにここを突破されても、旧薄い関所か隣の壁をぶち抜かないと街に侵攻することはできないぜ。強壁を手に入れ我らは完全なる防衛体制を手に入れたぞ。と思ってるんだけど、このエグい数を見ると不安になる。箱根関所側偉いことになっとる。沼が詰まって進行速度が遅くなる場所とかないから、一気になだれ込んできた模様。金も集合体恐怖症が発症しそうなレベルだ。一体こいつらどこまで増えるんだろ。まあ沼どもがいくら増えようともやることは同じだ。奴らを殲滅しろ。すべてひき肉にしてしまえ。タワマン建設で住民増えたし、きっとみんな喜んで食ってくれるぜ。おっと以外にも最高強度の壁がポロポロ壊されてるぞ。いくら硬いとはいえこの数で来られると無傷では済まないぜ。一部の敵がトゲトゲを無視して包囲しようとしてるな。後続の壁を叩けない沼は、回り込む性質とかあるのかもしれん。数は減ってきたがやっぱり角が攻撃力低めな模様。この辺考慮して大改修工事した方がいいかもしれんな。でもこことここを塞ぐと敵が画面外に迂回しちゃうし、なかなか難しい工事になりそうだね。
片側だけなら進路に影響しないとかあるかもしれんから、そのうち試してみようぜ。あいよ。月指砦は相変わらずの無敵っぷり。まだ2列目が1つ落とされただけ。ここは敵が詰まる部分に火力を集中できるようにすれば、もっといい迎撃拠点にできそうだね。角の兵、処理が遅いぞ。応援を送ってやれー。出っ張りの遊撃兵がちょっとピンチだ。こらー新入り、自分の手前にいる敵くらいさっさと倒さんかー。私は定位置ユニットなんで高いの苦手なんですよ。あ、壁崩された。100単位の馬が襲ってきた時の防衛戦において、誰よりも頼りになるって君面接で言ってたよねそれは。ちょっと話盛りすぎちゃったか。おっとかユードがとどめ刺して殲滅完了。第47の波、あったどー。強壁階段なかなか強かったな。弱かった砲兵、貴様は解雇だ。そんな。職業訓練校に行け、強く生きろ。では階段強壁の防御力の高さを実感したところで月指砦を眺めつつ今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。今までがっつり見落としていたマーロンの導入により強固な防衛力を手に入れたレイム。果たしてレイムはどこまで生き残ることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。